今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。ミステリーの魅力あふれる物語が心地よい眠りへと誘います。眠りの世界へと導く物語をお届けします。この動画はミステリーオリジナルストーリーを6話お届けします。当チャンネル眠りの語り部ではあなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではおやすみなさい。青い鳥の伝言。小さな海辺の村、風が穏やかに吹き抜ける場所。ここには一軒の古びた本屋があります。店の名前は青い鳥の書棚。村の人々にとって、この本屋はただの本を売る場所ではなく、不思議な話や伝言を交換する場所でもありました。店主の老婦人はいつも笑顔で、本には見えない力があるのよ。と言っていました。ある日、本屋に一冊の古い日記が持ち込まれます。それは、村がまだ若い漁村だった頃に失われたとされる、船乗りのものでした。日記には、見つけることができなかった伝説の青い鳥との出会いが記されていました。日記の発見とともに、村には穏やかだが、不思議な変化が訪れます。海はより青く、空はより明るく見え、そして村人たちは夢見るようになりました。本屋の老婦人は日記の話を聞き、静かに微笑みました。それは村にとっての良い兆しよ。と。日記のページをめくるたびに、老婦人は遠い昔へと思いを馳せていました。日記は船乗りが海の向こうの道の島を探検している間に、青い鳥と出会った物語を綴っていました。船乗りによると、この鳥は見る者に幸運をもたらし、村に平和を約束する存在だったのです。しかし、船乗りは鳥を捕まえることができず、島を離れなければならなくなりました。本屋の老婦人は、村の若者たちに日記の内容を話しました。若者たちは、この伝説の鳥を見つけることができれば、村にさらなる幸福が訪れるかもしれないと考えました。彼らは青い鳥を探すための探検隊を組織することに決めました。探検隊は日記に記された手がかりを頼りに伝説の島を目指して出港しました。海は静かで、風は探検隊を優しく押し進めていきました。旅の途中、彼らは不思議な出来事に何度も遭遇します。海に浮かぶ光、空を舞う奇妙な鳥の群れ、そして夜空を彩る幻想的な光景。これらの不思議な現象は、彼らが正しい方向へ進んでいる証拠のようでした。探検隊はついに日記に記された島に到着します。島は美しい自然にあふれ、静かな雰囲気が漂っていました。彼らは島を探索し始め、青い鳥を見つけるための手がかりを求めて歩き回りました。島の中心部に進むにつれ、探検隊は密林が生い茂る谷にたどり着きました。谷は神秘的な雰囲気を放ち、空気は生命の息吹で満たされていました。古くからの言い伝えによると、青い鳥は自然豊かな場所を好むとされていました。彼らは、この谷こそが、青い鳥を見つける鍵であると直感しました。谷を探検する中で、彼らは不思議な花や珍しい動物たちに出会い、その美しさに心を奪われました。そして、ある日の夕暮れ時、ついにその瞬間は訪れます。谷の奥深くで、探検隊は美しい青い羽を持つ鳥を目撃しました。鳥は彼らの前で優雅に舞い、そして静かに木々の間へと消えていきました。青い鳥の出現は短かったものの、その瞬間は探検隊に深い感動を与えました。彼らは鳥を追いかけることなく、その神秘を尊重することを選びました。谷を後にする際、彼らは心に深い平和と充実感を感じていました。青い鳥との出会いは彼らにとって生涯忘れられない体験となりました。
探検隊は島から帰還し、村の人々に彼らの冒険と青い鳥との出会いを語りました。物語はやがて伝説となり、村人たちの心に希望と夢を植え付けました。青い鳥は彼らにとってただの鳥ではなく、幸福と平和を象徴する存在となりました。探検隊の帰還後、村にはかつてないほどの活気が生まれました。青い鳥の話は老若男女を問わず、誰もが夢見るような話となり、村のコミュニティはより一層結束しました。そして何よりも不思議なことに、探検隊が島から持ち帰ったいくつかの種から青い花が村中に咲き誇り始めたのです。青い花はまるで青い鳥が村に残したメッセージのようでした。花の咲くたびに村人たちは幸福と平和を感じ、困難に立ち向かう勇気をもらいました。老婦人はこれらの出来事が全て本には見えない力があるという彼女の信念を証明していると感じました。時間が経つにつれ、青い鳥の伝言はさらに広がり、隣村や遠くの町にも届きました。人々は村を訪れ、青い花が咲く景色を見たいと願いました。村は青い鳥の伝言を通じて、遠く離れた場所の人々ともつながることができました。最終的に、青い鳥の伝言は、ただの物語ではなく、希望と絆の象徴となりました。村人たちは、青い鳥が彼らに教えてくれた、大切な教訓を忘れることはありません。幸福と平和は、互いに支え合い、共に夢を見ることから生まれるのだと。年月が流れ、青い鳥の伝言は伝説へと変わり、そして遺産となりました。青い花は依然として村中に咲き誇り、青い鳥とその物語は新たな世代にも受け継がれていきました。本や青い鳥の書棚は物語の集積地となり、遠方から訪れる人々に青い鳥と村の歴史を語り継ぐ場所となりました。老婦人はもはやこの世にいませんが、彼女の信念と愛は村中に息づいています。本と物語の力を信じ、夢を追い続けることの大切さを彼女は村人たちに伝えました。村の子供たちは青い花の下で物語を聞き、青い鳥を夢見るようになりました。そしてある日、新たな冒険が始まる予感が村を包みました。未来の世代がまた青い鳥を探し求める旅に出るかもしれないという期待です。青い鳥の伝言は夢と希望、そして探求の旅を永遠に続ける勇気をすべての人々に与え続けます。青い鳥の伝言は終わりません。それは新たな始まりへと続く道であり、青い鳥とその神秘を追い求める旅は次世代にも受け継がれていくのです。物語は永遠に生き続け、青い鳥は私たちの心の中でいつも自由に飛び続けるのです。海辺の小さな謎。海が見える小さな町、その名もミストショーや。波の音が静かな夜の空気を満たし、月明かりが砂浜にほのかな輝きを投げかけます。この町には古くから伝わる謎がありました。それは毎年夏になると海から現れるという幻の灯台に関するものです。灯台は一晩だけ姿を現し、次の日には跡形もなく消えてしまうと言われています。町の人々はその灯台をミランダの灯台と呼んで敬います。その名前は何世紀も前にこの町を訪れたとされる美しい女性の船乗りから取られたものでした。ある年の夏、この小さな町に若い作家が訪れました。彼の名前はエリオット。彼は新しいインスピレーションを求めてミストショヤの静けさの中に身を投じることにしました。エリオットは海岸沿いの小さなコテージを借り、そこで彼の新作の執筆を始めます。しかし、彼が到着してすぐに街で奇妙な出来事が起こり始めます。海辺で見つかった古い瓶の中には謎のメッセージが入っており、そのメッセージはミランダの灯台にまつわる謎を深めるものでした。
エリオットは好奇心を抑えきれず、この謎を追求することにします。そうして彼は町の図書館で古い記録や伝承を調べ始めます。そして町の人々との会話を通じてミランダの灯台にまつわる歴史と伝説を少しずつ解き明かしていきます。エリオットの調査は彼を予想もしなかった発見へと導きます。彼が見つけたのはただの伝説ではなく町そのものの運命を変えるかもしれない秘密でした。夜が更け、海の音が静かに響き渡る中、エリオットは自分の調査の次のステップを計画します。海辺の小さな謎は彼を夢中にさせ、同時に彼の心を穏やかにしていました。この静かな夜が彼の旅の始まりに過ぎないことをエリオットはまだ知りませんでした。エリオットの最初の手がかりは町の図書館で見つけた古い日記でした。日記は数世紀前にミストショアに住んでいたとされる老夫名乗りのもので、その中にはミランダの灯台に関する興味深い記述がありました。日記によれば、灯台は特定の夜、特定の条件下でのみ現れるということでした。条件とは、満月の夜に強い潮が来るとき、そして海が鏡のように静かであるときでした。エリオットは、この日記の記述をもとに、灯台が次に現れる夜を予測しました。それは彼が町に到着してからちょうど2週間後のことでした。この発見に興奮したエリオットは町の人々に話を聞くことにしました。彼は特に海辺で過ごす時間が長い老漁師や町の歴史に詳しい図書館の司書、そして地元の伝説に興味を持つ子供たちと話をしました。老漁師の中には若い頃に幻の灯台を見たと主張する者もいました。彼らの話によれば、灯台からは不思議な光が海に向かって差し、その光の中には時に古い船が見えることがあると言います。これらの船はかつてこの海域で失われた船であり、灯台がそれらを故郷に導くために現れるのだと彼らは信じていました。図書館の司書からはミランダという女性についての追加情報を得ました。彼女はかつてこの地域を探検した冒険家であり、多くの財宝を発見したとされています。しかし、ある嵐の夜、彼女の船は失われ、ミランダ自身もこの世を去ったと言われています。その後、彼女の名を冠した灯台が現れるようになったのです。地元の子供たちは、灯台に関連する様々な物語をエリオットに教えてくれました。中には、灯台が宝の地図を隠しているとか、幽霊船を見ることができる場所であるというような話もありました。これらの話を聞いたエリオットは、灯台が単なる幻ではなく、何かもっと大きな謎の一部であることを確信しました。彼は、灯台が次に現れる夜、自分の目で、その真実を確かめる決意を固めます。準備を整え、エリオットは、その特別な夜を待ちわびます。彼の心は、謎解きの興奮でいっぱいでしたが、同時に、穏やかな夜の海の美しさに、心を奪われていました。満月の夜がやってきました。エリオットは準備を整え、海辺に向かいます。夜空は星で満ち溢れ、月は明るく海を照らし出していました。海は驚くほど静かで、まるでエリオットが足を踏み入れようとしている謎の世界への入り口を開けているかのようでした。彼はコテージを出発し、海岸線に沿って歩き始めます。足元には月明かりに輝く砂浜が広がり、波の音が穏やかに響いています。この静寂はエリオットの心を落ち着かせ、同時に彼の好奇心をかき立てました。彼はこの不思議な夜に何が待っているのか、そしてミランダの灯台が現れるのかどうか、その真実を見極めたいと強く願っていました。しばらく歩くとエリオットは海岸のある地点に立ち止まります。ここは地元の人々が灯台が最もよく現れる場所と言っていた場所でした。彼は砂浜に座り、海をじっと見つめます。時間が経過するにつれ、彼の目は暗闇に慣れ、遠くの水平線をより鮮明に捉えられるようになりました。そして夜が深まるとともに、海の向こうから奇妙な光が現れ始めます。
最初はほのかな光でしたが、徐々に明るくなり、その光は確かに灯台から放たれているものでした。光は静かに海を照らし出し、エリオットは息を飲みました。この光景はまるで夢のようで、言葉では表現できない美しさでした。彼はこの瞬間を心の中で永遠に刻み込みます。幻の灯台の周りには何か特別な雰囲気が漂っているように感じました。エリオットはその場にしばらくの間、じっと座って、この不思議な光景を目に焼き付けます。そして彼は気づきます。灯台から放たれる光が時折特定の方向に差し込むパターンを描いていることに。これは何かのメッセージなのか、それとも単なる自然現象なのか、エリオットにはわかりませんでしたが、この光のパターンが何かの手がかりになるかもしれないと直感しました。夜が更け、灯台の光は徐々に薄れ、やがて完全に消え去りました。エリオットは立ち上がり、コテージに戻る道を歩き始めます。彼の心は見たばかりの不思議な光景と、それがもたらすかもしれない新たな謎に満ち溢れていました。彼はこの一夜が海辺の小さな謎を解き明かすための旅の次の章を開く鍵となることを感じていました。朝、エリオットは目を覚ますとすぐに前夜の出来事をノートに書き留め始めました。彼はミランダの灯台から放たれた光のパターンが偶然ではなく何かを示していると確信していました。コーヒーを一口飲みながら、彼はその光のパターンが何を意味するのか、どうやって解読すればいいのか、考えを巡らせます。エリオットは灯台からの光が特定の方向を指していたことを思い出しました。彼はその方向がもしかしたらミランダが残した何か、あるいは彼女の残した秘密につながる手がかりかもしれないと考えました。この直感を頼りにエリオットは再び海岸へと向かいます。彼は昨夜立っていた場所に立ち、灯台の光が示していた方向を見定めます。そしてその方向へと歩き始めました。太陽は高く昇り、暖かい日差しが砂浜を照らしています。エリオットは海岸線に沿って歩き、灯台からの光が示す方向を探索し続けました。数時間の探索の後、エリオットは海岸のある部分で奇妙な発見をします。そこは岩が多く見られる場所で、普段人々が訪れることの少ない隠れたような場所でした。岩の一つに、年月を経た彫刻のようなものが刻まれているのを見つけました。それは、灯台をかたどった図と何かの地図のように見える謎の記号が組み合わさったものでした。エリオットはこの発見に興奮し、すぐに彫刻の写真を撮り、ノートにその位置と詳細を記録しました。彼はこの彫刻がミランダの灯台の謎を解く鍵となる可能性があると感じました。彫刻の地図のような記号をもとに、エリオットはその場所を特定しようとします。彼は再び図書館を訪れ、街の古い地図を調べ始めました。数時間の研究の末、エリオットは彫刻の記号が示す場所を突き止めることに成功しました。それは街から少し離れた森の中にある古い井戸の存在を示しているようでした。エリオットはこの新たな手がかりを追い、すぐにその場所へ向かいます。森は静かで鳥の声が響き渡っています。彼はミランダの秘密、そして幻の灯台の真実に近づいていることを感じながら、井戸を目指して歩き続けました。エリオットが森の中を進むにつれ、空気はひんやりとし、木々の間を抜ける光が幻想的な雰囲気を演出していました。やがて彼の前に古びた井戸が姿を現しました。この井戸は長い間忘れ去られていたようで、周囲は草木に覆われ、静寂が支配していました。エリオットは井戸のそばに腰を下ろし、しばらくの間、周囲を静かに観察しました。彼は井戸の中を覗き込む勇気を振り絞り、ゆっくりと頭を下げていきます。井戸の底からは冷たい空気が湧き上がってきましたが、奇妙なことにそこからはわずかな光が見えていました。
エリオットは持参していたロープを井戸の円に結びつけ、慎重に下降を始めました。彼の足が井戸の底に触れると、目の前には信じられない光景が広がっていました。井戸の底には小さな洞窟があり、その中には数々の宝物が隠されていたのです。金貨、宝石、古い航海図などが幾世紀にもわたる時間を経て、ここに眠っていました。エリオットは、この場所がミランダが発見した宝の隠し場所であることを直感しました。彼女は自分の財宝を安全な場所に隠し、その手がかりを灯台と井戸に残したのかもしれません。エリオットはミランダがこの町とその人々に深い愛情を持っていたこと、そして彼女の残した宝が町の未来に大きな影響を与えることを望んでいたことを感じ取りました。エリオットは洞窟から戻り、井戸を登って氷に出ました。彼はこの発見を町の人々と共有することに決め、町に戻る途中、自分が体験した冒険の意味を思索しました。ミランダの宝は金銭的な価値を超えたものを町にもたらすでしょう。それは希望、団結、そして冒険への夢です。町に戻ったエリオットは町長と地元の歴史家に連絡を取り、彼の発見を共有しました。彼らはこの宝を町の発展と保存のために使う計画を立て始めます。エリオットの冒険は地元の新聞に掲載され、彼は町の英雄として称えられました。しかし、エリオットにとって最も価値あるものは、ミランダの灯台の謎を解き明かし、町の歴史の一部を永遠に変えたことでした。彼の心の中では、この冒険が彼に与えた穏やかな喜びと、海辺の小さな謎が明かされた時の充実感が、最も大切な宝物となりました。エリオットは新しい物語を執筆するために、また別の旅に出ることを決めます。しかし、彼の心はいつもミストショアの街と、その海辺の小さな謎に帰ってくるでしょう。夢中で見た、幻影。夜が更け、静寂が街を包む頃、小さな喫茶店無限の一角には、まだ明かりが灯っていた。店の主人、藤原洋介は、ふとしたことから、古い日記を手に入れた。その日記には、半世紀前のこの街で起きたとされる、未解決の謎が記されていた。謎は街を震撼させた一連の幻影現象と、それにまつわる人々の物語だった。この謎に心を惹かれた陽介は、日記の持ち主である個人の孫、松下咲と接触を図る。咲もまた、祖父の過去に興味を持ち、真実を知りたいと願っていた。二人は日記に書かれた手がかりを頼りに、過去の謎を解き明かすことを決意する。夢中で見た幻影の謎を追い求める中で、陽介と咲は、この街の長い歴史と、そこに息づく人々の絆に触れていく。その過程で、彼らは、ただの幻影ではなく、人々の心の奥深くに隠された真実に気づき始めるのだった。それは、ただの謎解きではなく、心を穏やかにし、人と人とのつながりを深める旅の始まりでもあった。日記の最初の手がかりは、半世紀前に、この町で開かれた夏祭りにまつわるものだった。祭りの夜、突如として街中に幻影が現れ、参加者たちを驚かせたという。しかし、その幻影は、決して恐ろしいものではなく、美しい光と音楽で人々を魅了したと記されていた。陽介と咲は、祭りが開かれた場所を訪れ、当時を知る人々に話を聞くことにした。多くの年月が経過した今でも、当時の祭りを覚えている老人たちは、その幻影の美しさを懐かしむように語った。彼らの話から、幻影が人々に与えた影響の大きさが伺えた。陽介と咲は、幻影の正体を探る手がかりを求めて、町の図書館で資料を調べ始める。そこで彼らは、当時の祭りを取り仕切っていた人物、謎の芸術家についての記録を見つける。芸術家の名前は笹原進だった。
笹原は生前に多くの光と音のインスタレーションを制作し、幻想的な世界を作り出していたことが分かった。陽介と咲は笹原の残された作品を追い、彼が残した足跡をたどる旅に出る。その過程で、二人は笹原が生涯をかけて追い求めた光と音の調和の理念に触れ、彼の作品が持つ深い意味を理解し始める。笹原は自分の作品を通じて人々の心に平和をもたらすことを願っていたのだ。笹原進のもう一つの大きなプロジェクト、未完成の無限の庭の存在を知った陽介と咲は、その場所を訪れることを決意する。無限の庭は町の外れにひっそりと存在する未完成の美術館だった。笹原が亡くなる直前まで作り続けていたこの場所は、彼の究極の作品とされていた。陽介と咲が庭に足を踏み入れた瞬間、不思議なことに半世紀前の幻影が彼らの目の前に再現された。光と音が織りなす幻想的な光景は見る者の心を奪い、時を超えた美の体験をもたらした。この奇跡のような出来事を通じて、陽介と咲は笹原進の真の目的を理解する。彼は作品を通じて人々に夢と希望を与え、心の平和をもたらそうとしていたのだ。無限の庭での不思議な体験から数週間後、陽介と咲は笹原進の意志を継ぐべく動き出した。彼らは町の人々と協力し、無限の庭を町の新たな文化スポットとして再生させる計画を立てた。この庭を完成させ、笹原の作品とその思いを多くの人に伝えるためだ。準備は着々と進み、ついに無限の庭の公開日が設定された。開館の日、多くの人々が、この新しいアートスペースを訪れ、笹原進の光と音のインスタレーションに圧倒された。来場者は一様に、作品から感じる平和と、希望のメッセージに心を打たれる。陽介と咲は、このプロジェクトを通じて、人々が互いにつながり、共感し合える場所を作り出せたことに、大きな喜びを感じた。彼らの努力が町に新たな息吹をもたらしたのだ。笹原進の夢は、彼がこの世を去った後も、陽介と咲、そして多くの人々の心の中で生き続ける。無限の庭は、時間を超えた美の共有、心の平和への願いを象徴する場所となった。夢中で見た幻影は、彼らの心の中に永遠の光となって燃え続ける。老木に刻まれた言葉。それは小さな海辺の村、青月湾に古くから伝わる謎を秘めていた。この物語は夏の終わりに訪れた静かなる天気と一人の若い探偵が解き明かす一つの小さな謎から始まる。時は1920年代、青月湾はその名の通り、夜になると月が海に生え、青い光を湾全体に投げかける、美しくも神秘的な場所だった。この村には古くから伝わる言い伝えがある。老木に刻まれた言葉を解き明かせば、月が最も美しい夜に隠された宝を見つけ出せると。探偵である主人公、レオは偶然この村を訪れ、この言い伝えに興味を持つ。彼はかつて都会で有名な探偵だったが、ある事件がきっかけで心に傷を負い、人々との距離を置くようになっていた。青月湾の静けさと、そこに住む人々の温かさが徐々にレオの心を癒していく中で、彼は老木の謎に挑戦することを決意する。村の人々は最初、都会から来た探偵に警戒心を抱いていたが、レオの人柄と謎解きへの真摯な姿勢に次第に心を開き始める。彼らはレオが老木の謎に挑むことを知り、それぞれが知る限りの情報や伝承を彼に提供する。レオが夜の海辺を散歩していると、ふと老木の前に立ち止まる。彼の目は月明かりに照らされた古びた文字に釘付けになった。レオは老木に刻まれた言葉を前にして深い思索にふける。
月の光が文字を浮かび上がらせるその瞬間、彼は自分の中に眠る探偵としての情熱が再び呼び覚まされるのを感じた。文字は古い言語で書かれており、解読するには村の古文書や伝承に詳しい人物の助けが必要だと直感した。翌日、レオは村の図書館を訪れる。そこで彼は図書館を管理するエリナと出会う。エリナは村に伝わる言い伝えや歴史に詳しく、老木に刻まれた言葉の伝説にも興味を持っていた。彼女の助けを借りて、レオは文字が古代の航海者が使用していた言語であることを突き止める。二人は共に老木に刻まれた言葉の意味を解き明かす手がかりを求めて、村の歴史を探り始める。その過程で、彼らは村の創設にまつわる伝説や、過去に青月湾を訪れた冒険者たちの物語に触れる。中には、隠された宝にまつわる話や、失われた文書の噂もあった。レオとエリナは、解読作業を進める中で、老木に刻まれた言葉が、宝を隠した場所への手がかりを与える詩であることを発見する。詩には、月が最も美しい夜、特定の場所から見える景色が描写されていた。二人は、詩に書かれた手がかりをもとに、宝が隠された場所を探し始める決意を固める。レオとエリナは、村の高台に立ち、夜空に輝く星々と、月明かりに照らされる海を眺めながら、次の行動を計画している。レオは、この謎解きが自分にとってただの挑戦ではなく、村との絆を深め、かつての自分を取り戻す旅であることを感じ始めていた。レオは、老木に刻まれた古い言語を解読するために、青月湾の図書館を訪れた。図書館は、かつては大きな屋敷だった建物を改装したもので、その歴史ある外観は、この小さな村の中でも、ひときわ目を引く存在だった。図書館の中は、天井が高く、木製の棚には、古い本がぎっしりと並んでいた。エリナは、地元の歴史に詳しく、古い言語もある程度理解できるという。レオとエリナは、老木に刻まれた言葉の解読に取り組むことになる。時間を忘れるほどに没頭した二人は、ついに言葉の意味を解き明かす。海が月に抱かれる夜、古の守護者が眠る場所にて、秘密の扉が開かれるという意味だった。このメッセージは、どうやら特定の場所を指しているらしい。しかし、古の守護者とは何を指すのか、その場所がどこなのかは、まだ謎に包まれていた。エリナの助けを借りて、レオは村の古い記録や伝承を調べ上げる。彼らの調査により、古の守護者とは、村の守り神であるとされる、大きな岩のことであることが明らかになる。その岩は、村から少し離れた森の中にあるという。次の日、レオとエリナは、森へと向かった。森は静かで、木々の間を抜ける風の音だけが聞こえる。二人が岩にたどり着いたとき、不思議なことに、岩の周りだけが妙に明るく月の光が強く感じられた。レオは岩の周囲を注意深く調べ、ついに岩の一部が動くことに気づく。力を込めて岩を動かすと地面に隠された扉が現れた。それは地下に続く階段へと繋がっているようだった。二人の目の前には何が待ち受けているのかわからない暗闇が広がっていた。階段を降りるにつれて、レオとエリナは冷たく湿った空気を感じ始める。地下へと続く道は意外にも長く、二人は互いに励まし合いながら進んでいった。やがて彼らは地下の広間に足を踏み入れる。広間は月の光が神秘的に差し込む仕掛けになっており、その光は床に描かれた複雑な模様を照らし出していた。この模様は地下空間の中心に位置する台座へと導く道筋を示しているようだった。台座の上には古い金属製の箱が置かれていた。レオとエリナは箱を注意深く開けると、中から古い日記と一枚の地図が現れた。日記は数世紀前にこの村に住んでいた人物によって書かれたもので、青月湾に隠された宝と、それを守るための秘密結社の存在について記されていた。
地図は宝が隠された場所を示していたが、その場所は今では村から離れた森の奥深く、誰も足を踏み入れることのない地域を指していた。レオとエリナは日記と地図を持って地下室から脱出し、新たな謎解きの旅へと出発する決意を固める。しかし、その前に彼らは村の人々と共有することに決めた。エリナの提案で、彼らは翌日、村の集会所で開かれる会合に参加し、地下室で見つけた日記と地図の発見を村の人々に報告することにする。レオは、これまで経験したことのないような共同体の絆を感じ、村の人々との間に生まれた信頼関係に感謝していた。レオとエリナは、村の人々に囲まれながら、新たな冒険への準備を始める。彼らの目の前には、未知の挑戦が待ち受けていたが、二人はそれに向かって、堂々と歩みを進める決意を新たにしていた。月光の下、青月湾の秘密は、少しずつそのベールを脱ぎ始めていた。レオとエリナ、そして村の人々は、地図を手がかりに森の奥深くへと向かった。彼らの旅は予期せぬ困難と驚きに満ちていたが、一体感と互いへの信頼が彼らを前進させた。地図が指し示す場所に近づくにつれ、自然の美しさと厳しさが彼らを圧倒する。そして、ついに地図が示す X 印の地点に到着した。そこは一見すると何の変哲もない森の一角だったが、レオとエリナが地面を掘り始めると、やがて硬い金属にぶつかった。掘り出されたのは古い金属製の箱。その中からは金貨や宝石、そして古文書が見つかった。古文書には、この宝が何世紀も前に青月湾の共同体を支えた貿易で得たものであり、共同体の未来のために隠されていたことが記されていた。レオとエリナは、この発見を村の人々と共に祝い、宝は村の発展のために使われることが決められた。この冒険を通じて、レオは自分自身の中に変化を感じる。かつては孤独を好み、他人との距離を保っていた彼だが、青月湾の人々と共に過ごした時間、共に解き明かした謎、そして共に乗り越えた困難は、彼の心に温かい光を灯した。エリナとの間にも深い絆が生まれ、二人は今後も一緒に謎を追い続けることを誓い合う。レオが再び老木の前に立ち、感謝の意を込めて手を合わせる。老木に刻まれた言葉が彼にもたらしたのは宝物以上の価値がある経験と心の平穏だった。青月湾の夜は依然として静かで美しく、月明かりは優しく湾全体を照らし続ける。レオとエリナ、そして村の人々にとって、この場所はこれからも大切な思い出と冒険の源泉となり続けるだろう。そして月光の下、青月湾は新たな物語を待っている。雨音と秘密。静かな夜、細かな雨粒が窓ガラスを優しく叩く音が、ゆっくりと時間が流れていくのを感じさせる。この物語は、そんな雨音と共に紡がれる小さな村の大きな秘密についてのものだ。かつて栄えたが、今はそのほとんどが忘れ去られた、海に面した小さな村、海辺のアルカディア。その村には古くから伝わる言い伝えがあった。村のどこかに隠された秘密の場所があり、そこにはかつて村を守ったとされる宝物が眠っているという。しかし、その場所を知る者はもはやいない。この物語の主人公は、村に最近越してきた若い作家、エマ。静かで平和なこの場所でインスピレーションを得て、新しい小説を書き始めようとしていた。しかし、彼女が村の古い図書館で見つけた一冊の古い日記が全ての始まりとなった。日記には村に隠された秘密とその場所への手がかりが書かれていたのだ。雨音が静かに響く夜、エマはその日記を読み進めるうちに自分だけの小さな冒険が始まったことを知る。村の秘密を解き明かす旅が今始まろうとしていた。
エマは日記を手にその秘密に惹かれていった。日記の持ち主は数十年前にこの村で生まれ育った老婦人であることが分かった。彼女は若い頃、村の宝物についての手がかりを見つけたが、それを探し出す前に村を離れざるを得なくなった。その後、彼女の記録は途絶え、秘密は再び闇に葬られた。エマは老婦人の記述を頼りに、古い図書館の資料や村の古老たちの話を集め始めた。多くの人が興味を持たないような見過ごされがちな古文書や地図には、かつての村の様子や忘れ去られた場所の手がかりが隠されていた。彼女の探求は村の中心部から少し離れた古い灯台へと彼女を導いた。灯台はもう何十年も使われておらず、その姿は時の流れによって風化し、幽霊のように寂しく佇んでいた。しかし、日記にはこの灯台が秘密の場所への入り口であると書かれていた。ある雨の夜、エマはランタンを手に灯台を訪れた。風が窓を叩き、雨が激しく降る中、彼女は灯台の中を探し始めた。長い階段を上り、朽ちた木の扉を押し開けると、そこには古びた機械と壁にかかる古い絵画があった。絵画の裏に隠された手紙と複雑な機械装置の仕組みが次なる手がかりとなる。手紙には灯台の機械を動かすための詳細な指示が記されていた。それによると、特定の順序でレバーを操作し、歯車を回すことで、灯台の地下に隠された通路が開くらしい。エマは手紙の指示に従って機械を動かし始めた。古い機械は最初は抵抗を示したが、しばらくするとギアが噛み合い、地下へと続く隠し扉がゆっくりと開いた。通路は暗く湿気で満たされていたが、エマは迷うことなく進んでいった。壁には手作りの松明があり、かすかな光が彼女の道を照らした。地下通路の最後には小さな広間があり、その中央には古い木製の箱が置かれていた。箱を開けると中には村の歴史を物語る様々な品々が入っていた。古い写真、手紙、そして村がかつて直面した困難を乗り越えた証となる文書。これらはすべて村の団結と過去への敬意を示す宝物であった。エマはこの宝物が村を守るために隠されたのではなく、忘れ去られた過去を未来の世代に伝えるために保管されていたことを悟った。彼女は箱の中から一枚の地図を見つけた。それは村のすべての家族が協力して作ったもので、困難な時代に村を守るための計画と絆が記されていた。エマはこの地図が真の宝物であることを知り、それを村の人々と共有することを決意した。翌朝、エマは村の中心にある広場に向かった。手には灯台の地下室で見つけた宝物と地図を持っていた。彼女はこの発見を村の人々と共有するため、村の集会を呼びかけることにした。集まった村の人々は最初、彼女が何を話そうとしているのか疑問に思った。しかし、エマが地図と宝物の箱を開いた瞬間、すべての人の目は輝き、興奮に満ち溢れた。写真や文書を通じて、彼らは自分たちの祖先が直面した困難と、それを乗り越えるために、どのように協力したかを知った。この発見は、彼らにとって、ただの過去の記憶ではなく、未来への希望と絆を示すものだった。エマの行動は、村の人々に深い印象を残した。彼女は外部から来たものでありながら、彼ら自身の過去に光を当て、村の記憶を再び生き生きとさせるきっかけを作ったのだ。その日以来、彼女はもはや外部の人間ではなく、村の一員として受け入れられた。日記の謎を追いかける冒険が、彼女にとっても、村にとっても、予期せぬ結末を迎えたのだ。エマは新しい家族を見つけ、村の人々は過去の栄光と団結の精神を取り戻した。雨が上がり、青空が広がる中、海辺のアルカディアは再び活気に満ち溢れるようになった。数ヶ月が過ぎ、エマはその冒険をもとに新しい小説を書き上げた。
雨音と秘密と題されたその作品は、不思議と温かみのある物語で、読者を海辺のアルカディアの世界へと誘った。小説は、秘密を追い求める冒険の中で見つけた家族の絆と、過去と現在をつなぐ力を描いていた。エマの小説は、すぐに村中で話題となり、やがて、遠くの町にも、その名が知れ渡るようになった。人々は、この小説を通じて、自分たちのルーツを探求する大切さと、共に困難を乗り越えることの価値を改めて認識した。最終的に、エマの物語は、海辺のアルカディアの秘密を守るためだけでなく、それを未来の世代に伝えることの重要性を教えてくれる。物語の中で、彼女は過去を掘り起こし、それを未来につなげる架け橋となった。雨が降る夜、人々は再び集まり、エマの物語を読み、共有し、それぞれの家族の歴史を語り合うようになった。雨音と秘密は、ただの物語ではなく、一つの伝説となり、海辺のアルカディアと、その住人たちの心に深く根付いた。そして、エマは、この小さな村で見つけた家族と共に、新たな物語を紡ぎ続けていく。雨の夜も、晴れた日も、彼女の物語は、人々の心を温め、絆を深める力を持っていた。花言葉の謎。夜の帳がゆっくりと街を覆い隠す頃、小さな町の古びた書店の片隅で、一冊の古い日記が見つかりました。日記の持ち主は、町でかつて愛された庭師、エドワード・グリーン。彼は、特別な花言葉を持つ花々を育てるのを、生涯の仕事とし、その美しい庭は、遠方からも訪れる人々を魅了していました。しかし、彼が亡くなってからは、その庭もまた、時間と共に忘れ去られていったのです。日記には、エドワードが生前、自らが育てた花々に込めた、特別な花言葉と、それらが織りなす秘密の物語が記されていました。しかし、物語の一部は、謎に包まれ、完全に解読することはできませんでした。この謎を知ったのは、古書店を切り盛りする若き店主、アリス。彼女は、この町に越してきたばかりで、新しい友人も少なく、孤独を感じていました。しかし、この日記を通じて、エドワードの花々が持つ、秘密の物語を解き明かすことで、町の人々との間に、新たな絆が生まれるかもしれないと考えたのです。そして、アリスは、町の図書館員、地元の歴史家、そして、エドワードの庭を訪れたことがある数人の老人たちを集め、この謎を共に解き明かそうと決心します。彼らはまず、エドワードの庭を訪れ、日記に記された花々を、一つ一つ確認することから始めることにしました。アリスとその仲間たちは、翌朝早く、エドワード・グリーンの古い家へと向かいました。家は、町の外れ、古い森の入り口に佇んでおり、長年の間に、誰も足を踏み入れなくなったことで、周囲は荒れ放題になっていました。しかし、かつてこの庭がどれほど美しかったかを物語る、古びた彫刻や、風に揺れる数本の花々が、まだ残っていました。アリスたちは、日記に記された花言葉の手がかりを頼りに、庭を丹念に調べ始めました。最初に見つけたのは、壁際に咲く、小さな忘れな草でした。真実のアイ・エドワードが、この花に込めた花言葉です。アリスは、この花が、エドワードにとって、特別な意味を持っていたことを直感しました。次に、彼らは壊れかけた噴水のそばで、かつては鮮やかな色を放っていたであろう、バラの茂みを発見しました。バラの花言葉は、愛の秘密。アリスは、日記をめくり、エドワードがこのバラについて綴った記述を読み上げました。そこには、ある女性への深い愛情が語られていましたが、その女性の名前は明かされていませんでした。探索を続けるうちに、一行は庭の奥深くに隠された小さな温室を見つけました。扉は錆びついており、長い間開けられていないようでしたが、アリスたちは力を合わせて扉を開きました。
中には驚くほど美しく保たれた様々な花々が彼らを迎えました。この温室はエドワードが最も大切にしていた場所の一つで、彼が亡くなるまで愛情を持って手入れをしていたことが一目でわかりました。温室の中心には珍しい青いオーキッドが一鉢大切に置かれていました。希望と記されたその花言葉にはエドワードの深い願いが込められているようでした。アリスはこのオーキッドが謎を解く鍵になるかもしれないと直感しました。日が暮れ始めるとアリスたちはその日の探索を終え町へと戻りました。彼らはエドワードの庭が隠す物語の一端を垣間見ることができた喜びを分かち合いながら次の手がかりを探すための計画を立て始めました。アリスとその仲間たちは翌日の朝、新たな手がかりを求めてエドワードの家を再び訪れました。今回は家の中を探索することにしました。長年の無人が育んだ誇りと静けさが支配する中、彼らは慎重に各部屋を調べ上げました。リビングルームの古い本棚に一通の封筒が挟まれているのをアリスが見つけました。封筒は黄ばんでおり、古いインクで書かれた手紙が入っていました。手紙はエドワードからある女性へ宛てられたもので、彼らの深い絆とある秘密の約束について書かれていました。しかし、手紙にはその約束の具体的な内容は記されておらず、アリスたちはさらに好奇心をかき立てられました。手紙を読んだ後、一行はエドワードの書斎に向かいました。書斎には花と植物に関する多くの書籍が並び、エドワードが花言葉にどれほどの情熱を注いでいたかが伺えました。アリスはデスクの引き出しに隠された小さな鍵を見つけました。この鍵はどこかに使われるものでしょうか。彼らは家中を探し、ついに地下室へと続く扉にその鍵が合うことを発見しました。地下室はエドワードが秘密の研究を行っていた場所でした。壁一面には花言葉に関するメモや図鑑が貼られており、中央には大きな作業台がありました。作業台の上には未完成の花言葉の辞典が開かれており、エドワードが自分の知識を後世に残そうとした痕跡が見て取れました。作業台の隅にはもう一つの日記が隠されていました。この日記にはエドワードとある女性との出会い、彼らが共に過ごした時間、そして二人が共有した希望の花言葉に込められた秘密の約束が詳細に記されていました。約束の内容はエドワードがこの世を去った後に彼の庭と花々を守り続けることでした。アリスたちはこの女性が誰でどうして約束を守れなかったのかを知るため、町の人々に話を聞き始めました。その過程で彼らは多くの人々と出会い、エドワードの人柄や彼が町に残した影響について深く知ることができました。そして少しずつですが、エドワードとその女性の物語が明らかになり始めていました。アリスたちは地元の図書館でエドワードの過去に関する情報をさらに調べ上げることにしました。図書館の古い新聞のアーカイブを掘り下げるうちに、彼らは重要な発見をしました。エドワードの庭が最も美しかった時期に、彼と一緒に庭を手入れしていた女性の存在が報じられていたのです。その女性の名前はエリザベス・マーティン、地元の植物学者であり、エドワードと共に様々な花を研究し、特別な花言葉をそれぞれの花に与えていました。しかし、エリザベスに関する記事は、ある時を境に途絶えており、その後の彼女の消息については、一切触れられていませんでした。アリスたちは、エリザベスがなぜ姿を消したのか、そしてエドワードの庭と約束がなぜ忘れ去られたのかを解明するために、町の高齢者たちへのインタビューを深めました。1週間ほどの調査の末、彼らはエリザベスの遠縁にあたる老婦人にたどり着きました。彼女はエリザベスが若くして病に倒れ、エドワードの元を去ることを余儀なくされたこと、そして彼女の最後の願いがエドワードの庭を守ることであったことを語りました。しかし、エリザベスの死後、その願いは遂げられず、庭は徐々に忘れ去られていったのです。
アリスたちはエリザベスの意思を継ぎ、エドワードの庭を再び町の人々に愛される場所にすることを決意しました。彼らは地域コミュニティの支援を得て、庭の修復作業に取り掛かりました。数ヶ月にわたる努力の結果、エドワードとエリザベスがかつて愛した庭は、新たな花々と共に復活しました。庭の再オープンの日、町の人々が集まり、エドワードとエリザベスの物語、そして彼らが残した花言葉の意味を共有しました。アリスは、この庭が再び人々に愛され、そして忘れ去られた約束が果たされたことに、心からの喜びを感じました。このプロジェクトを通じて、アリスはエドワードとエリザベスのように、時間を超えて続く愛と約束の大切さを学びました。そして彼女自身も新しい友人との間に生まれた絆を大切にすることを誓いました。夜が更けていく中、エドワードの庭は静かな月明かりの下で美しく輝き、町の小さな奇跡として語り継がれることになりました。数ヶ月が経ち、エドワードの庭は町の新しいランドマークとなりました。アリスとその仲間たちの努力により、庭はかつての美しさを取り戻すだけでなく、エドワードとエリザベスの物語が新たな世代にも伝えられる場所となりました。庭は人々が集い、交流し、また新たな約束を交わす場所となり、町のコミュニティにとってなくてはならない存在になりました。アリスはエドワードの家を地域の植物学センターに変える提案を地元の市議会に提出し、承認されました。センターでは植物学と花言葉に関する展示が常設され、エドワードとエリザベスの研究をもとにしたワークショップや教育プログラムが開かれるようになりました。アリス自身も植物学と花言葉の美しい世界にますます魅了され、センターの運営に積極的に関わるようになりました。エドワードの庭が町の人々に愛される場所となったことで、アリスは新たな目的と居場所を見つけることができました。かつては孤独を感じていた彼女も、今では多くの友人と深い絆を築いていました。庭とセンターは彼女にとって家族のような存在となり、彼女の日々は喜びと充実感で満たされていました。季節は巡り、庭は年間を通じて様々な花々で彩られました。春には桜が満開になり、夏にはバラが庭を彩り、秋には紅葉が、冬には雪に覆われた静けさが訪れるなど、四季折々の美しさが訪れる人々を魅了し続けました。ある穏やかな春の日、アリスは庭を散歩しながら、新たに植えられた花々の花言葉を考えていました。彼女はエドワードとエリザベスが残した遺産を守り続けること、そしてそれを通じて新たな物語を紡いでいくことに深い喜びを感じていました。夜が訪れ、星々が空を飾り始めると、アリスは庭の中央にあるベンチに座り、静かに空を見上げました。彼女はエドワードとエリザベス、そして自分自身の物語がこの庭によっていつまでも語り継がれていくことを願いました。そして彼女の心は過去と現在、そして未来をつなぐ花言葉の力によって穏やかで温かな希望で満たされていました。こうしてエドワードの庭は花言葉に込められた新たな物語を紡ぎ続けることとなりました。